皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは当チャンネル4つの柱となるテーマの一つ、四半期決算の分析についてご紹介したいと思います。まず簡単にどのような分析手法を行っているか簡単におさらいしますと、四半期ごとに発表される決算のデータ、東洋経済の指揮法を使って各銘柄ごとにですね、1年間の業績というのをカウントしていく。ですので四半期決算ごとに年間の業績を出すとなると、当然4回分の決算データを足し合わせることになるわけですね。これをですね、随時四半期決算が発表されるたびに、一番古かった決算4期前のデータを除いて、新たに発表された決算プラス過去3期分を足すと、ローリングをしていくというわけです。この作業をですね、どんどん行っていくということで、これによって何が得られるかというと、各銘柄の季節性というのを排除しつつ、四半期ごとの決算で業績が上向いてきているというトレンドを把握することができるようになるわけですね。ですので、これを全銘柄で行って、いち早く四半期決算ごとの業績トレンドが上向いてきているというような銘柄を発掘したいというような企画になっています。2010年からデータが取れるところまで遡って、各四半期で4期分足していくということなので、直近まで60期分のデータが計算対象となっています。具体的にグラフでどのような作業を行っているかご覧いただきますと、こちら、横軸の0から60というところが、今申し上げた2010年以降の60回分のデータですね。ご覧いただいているのは、トヨタ自動車の売上高と営業利益。一番古いところが2010年第1四半期から第4四半期の4期分。一方、右側の60期目というのが、今回直近で計算している2024年第4四半期と2025年第1、第2四半期、そして新たに発表された第3四半期をカウントしたものとなっています。そうするとですね、グラフご覧いただいてもお分かりいただけますが、50回目あたりのデータですね。ここからかなり売上高、営業利益ともトレンドが急激に上向いてきています。一方で、営業利益、赤のラインの方ですね。これに関しては50回後半から60回目まで少し頭打ちになってきている。特に直近の第3四半期の決算では営業利益少し落ち込んでいるというのがお分かりいただけると思います。これはですね、前年度の第3四半期が抜けて、今年度の第3四半期がカウントに入る計算において赤の線が下がっていますので、営業利益に関しては前年同期比でマイナスだったという意味になってきますね。これはですね、3月期決算の銘柄中心に1000社以上計算を行った上で、さすがに全銘柄のグラフを見て随時チェックしていくというのは厳しいですので、ここでこのグラフのトレンドというのを回帰直線によって求めます。そうすると、例えば新たな第3四半期の決算が発表される前のトレンドがこのような形だった場合に、次の第3四半期発表されて新たに回帰を取ると、このようにトレンドが上がっているというような場合は業績が上向いていますねと、そのような判断ができるわけです。さて、まずはこの回帰の傾き変化というのを前四半期までと今四半期分を足した両者比較することによって業績トレンドが上がっている銘柄をピックアップしたいというわけですね。さて、具体的な個別銘柄を見ていく前に、先に今回の四半期決算において業績が特に伸びているのはどのような業種なのかというのを簡単におさらいしていきたいと思います。まずこちらのグラフですね。売上高の事前予想と実績のサプライズ、何%上振れしたか、あるいは下振れしたかというのを業種ごとにカウントしたものになっています。そうすると青の棒グラフがポジティブなサプライズ、一方でオレンジのグラフはネガティブなサプライズということで、確かウォータードロップというようなグラフを使っていますけれども、特に青の棒グラフ、情報修正が目立つのが建設業、医薬品、非鉄金属、あとは卸売業といったところになってきます。一方で事前予想よりも大きく実績が下回っているのはゴム製品、その他金融業などですね。今度は営業利益でこちらのサプライズ、どれぐらいの差が業種ごとに出ているかご覧いただきますと、ポジティブなサプライズが多かった業種は、売上高と同じように建設業、医薬品、非鉄金属なども入っていますが、それ以外にもですね、繊維製品であったり、金属、銀行業などが営業利益ではポジティブなサプライズが多かったようです。一方で、売上高の方ではあまり目立ちませんでしたが、ネガティブなサプライズ、業種として多かったのは、一番左の水産農林業、中ほどの精密機器といったところ、また海運も
サプライズとしてはあまりよろしくない決算が多かったようです。また決算ごとにですね、通期の見通しというのを会社ごとに上方修正、下方修正されると思いますけれども、第3四半期まで出てきたということで、通期の見通しだいぶ計算が立ちやすくなってきているかと思います。そんな中で上方修正、下方修正がどれぐらい行われたか、業種ごとに平均しますと、銘柄数の少ない工業、あるいは繊維製品がかなり大きなグラフで出ていますけれども、医薬品や非鉄金属は相変わらずポジティブな上方修正。一方で電気、ガス、あるいは海運といったところも、通期予想は上方修正となっています。また大きく下方修正がされている繊維製品ですけれども、こちら影響が大きかったのは東レなどですね。化学、あるいは繊維製品に関しては、あまり芳しくない決算がここのところ続いています。最後に第3四半期までの通期予想に対する進捗率ご覧いただきますと、こちら、新たに発表された予想に対しての進捗ですので、100% により近いところの業種は第4四半期でも好調なものが出てきそう。100% を超えてきて会社予想を上回る決算が出せそうな業種になってきます。繊維製品に関しては特別損失の下方修正も込み込みでの会社予想すでに 120% 以上を超えているグラフですのであまり参考になりません。それ以外の業種でご覧いただきますと、最も 100% に近いのは医薬品、その他電気ガス業、空運といったところですね。だいたい 75% 超えていれば第3四半期としては合格といったところ、それよりも大幅に上振れている場合は会社予想を第4四半期で上回ってくるような決算が期待されます。それではお待たせいたしました。具体的に個別銘柄で業績が良かった銘柄ご覧いただきますと、こちら。まずは大型株一番右側の時価総額3000億円を超えるような銘柄でデータをご覧いただいています。先ほどご覧いただいたトヨタのグラフで売上高と営業利益のトレンド計測していましたけれども、グラフ上で会期を取った時に今四半期を足した時のデータとその発表前の前期までのデータにおいて会期した時の係数それぞれを並べています。そしてこの2つのデータがどれくらい変化しているのか、傾きの変化幅というのが大きいものというのがトレンドとしては業績拡大傾向にあるというような見方ですね。これを売上高と同様に営業利益でも行って、さらに売上高に対する営業利益の比率というのをこちら計算した上で同じようにトレンド比較していますが、これはですね、もう単純に利益率のトレンドとなっていますので、今期の方が前期よりも大きくなっていれば、昨年度よりも営業利益率が改善している、向上しているというような見方ができます。ですので、引き算するだけでいいわけです。代償比較するだけで業務の効率性が上がっているのかというのがわかるわけですね。そして営業利益トレンドの変化率、大きいものから順番に並べていますが、三越伊勢丹ホールディングス、東京電力、ゼンショーホールディングス、こういった並びで入ってきますけれども、注目となってくるのは一番上の三越伊勢丹、そして中ほどのタカラトミーですね。三越伊勢丹は営業利益トレンドの変化率がリストの中では最大。一方、タカラトミーは売上高のトレンドがリストの中では最大になっています。またその他にも上から3番目のゼンショーホールディングス、あるいは東洋水産といったような内需関連、外食産業や食品関連といったところが業績トレンドとしては上がってきています。そしてタカラトミーの一つ下、フジクラ、こちらもかなり業績が拡大しており、この1年間ほぼ右肩上がりで株価が好調に上がってきているというような銘柄ですね。ですので、売上高、営業利益のトレンドが持続している限りは、そこまで大幅な調整が入ってくるといったような心配はないかもしれませんが、ピークになってくるポイントというのは、このトレンドがゼロ近くになってくる、あるいはマイナスに転じてくるようなタイミングというのが注意していった方がいいような局面というふうに見受けられます。それでは先ほどのリストに入っていた一例として、三越伊勢丹の売上高営業利益、右側にはタカラトミーの売上高営業利益を四半期ごとにローリングしたデータご覧いただきますと、明確にですね、直近のところ急激に上がっているのがお分かりいただけると思います。左側の三越伊勢丹が非常に分かりやすいですけれども、40回目あたりから急激に落ちてきている。これがコロナのタイミングですね。ここから50回以降の計算でかなり大きく上がってきている。要するに直近60回から50回というところは10回分ですので、2年半近く業績はぐんぐんと元に戻してきているというような状況ですけれども、右側のタカラトミーのグラフと明確に違うのは、売上高がそこまで戻っていないですが、営業利益だけが飛び跳ねて上がっている。ということで、この営業利益、
売上高に対する比率というのをご覧いただきますと、こちら。元々の営業利益率というのは 2%、3% 程度ですが、足元で 12% 程度。とんでもない上昇を見せているわけですね。一方で、タカラトミーでグラフご覧いただきますと、こちら。三越伊勢丹よりは上がり幅小さいですけれども、直近で 10% まで営業利益率を伸ばしてきたということで、それなりには改善してきているわけです。このタカラトミーに関しては、後ほどチャートをご覧いただきますが、決算直後の株価としてはあまり芳しくない反応を示しています。ということで、この両者も含めて、先ほどのリスト2つ注目として挙げてきた全商とフジクラも含めた直近6ヶ月の株価推移ご覧いただきますと、青の三越伊勢丹、半年間でほとんど株価が上がっていません。これはですね、当チャンネル別の主要テーマでご紹介している空売り機関投資家のポジション、ある程度買い戻しは進んできていますけれども、やたらと機関投資家に狙われて上値が重い展開が続いている銘柄です。かなり出遅れている感じもありますので、他のテーマでのデータ次第ではありますが、タイミング見計らって入っていくのが面白いような銘柄というふうに見受けられます。また、水色の線ですね、タカラトミー、先ほど申し上げましたが、基本的には株価半年間で上がってはいますけれども、直近のところですね、大きく下がっています。一つ前のチャートでご覧いただいたように、売上高や営業利益というのは非常にここに足元2年間拡大が続いていますけれども、タカラトミーで懸念されているのは27年3月期、つまり2年後ですね。今足元の業績を引っ張っているベイブレードなどが剥落してきた時に業績を維持できるのか、あるいは先ほど下の段のグラフでご覧いただいたように、営業利益率ですね、10% 程度まで伸びてきていますけれども、前年同期と比べると少し落ちていると。業績がとても拡大していても、営業利益率が悪いよというような捉え方をされたわけですね。これはもうですね、ないものねだり。営業利益の方が売上高よりも伸びが悪かったと。とはいえ、どちらも大きくは伸びているわけですね。例えば皆さんもお持ちの銘柄で、業績は前年同期比でマイナス、コンセンサスよりも下振れたみたいな銘柄があると大きな株価下落に見舞われるかと思いますが、今回のタカラトミーのように売上高、営業利益伸びているにもかかわらず、営業利益率が悪いからみたいな上げ足取りのような株価反応を見せた場合というのは、長期保有をする立場としては、おしめとして入っていきたいといったような事例になってきます。逆に決算が悪かったので下がったというような銘柄は長期保有には向いていないわけですね。ですので、先ほどのリストで、個人的には三越伊勢丹の出遅れであったり、タカラトミーのような一時的な反応を見せているような場合というのは非常に面白い銘柄になってくるんではないかなということで、ピックアップをしております。それでは今度は小型株中心にご覧いただきたいと思います。先ほどと同じようなリスト、項目において時価総額が1000億円を下回るような銘柄を対象としております。その上で先ほどと同様に営業利益トレンドが高い順番に並べていますけれども、今回注意していただきたいのは、例えば一番上オリエンタル白石、後ほどご覧いただきますけれども、これは上場してからですね、約2年間、そして2番目の山江グループホールディングス、こちらも上場してから約5年間のデータ分においてトレンドを計算していますので、変化率としては大きめに出てきやすいといったような銘柄になってきます。とはいえですね、トレンドが拡大しているというのは業績が上向いているということですので、純粋に後ほどチャート精査してみたいと思います。また大型株の中でもトレンド入っていましたけれども、外食産業ですね、元気寿司といったところがリストに入ってきている。特に営業利益のトレンドがかなり大きな数字になっています。また当チャンネルの同じ企画で四半期決算の分析を行った際に、昨年ご紹介したサンテックホールディング、こちらはエリア関連の銘柄ということで、足元ではボラティリティの高い局面になっていますけれども、業績としては拡大傾向が続いているというのも一つ注目。昨年のこちらのトレンド分析で出てきた上で、さらに拡大が続いているということなので、面白い存在と、多少は当企画の有用性を示してくれる面白い存在となっています。それではリストの中で一番上に入っていたオリエンタル白石、そして中ほどにピックアップしました元気寿司ご覧いただきますと、こちら左側のオリエンタル白石は8回分のデータということで約2年半ですね。そして直近の2年間は常に業績が拡大しているというような傾向。利益率に関しても最も低いところで 7.5% でしたが 9% 以上まで 9.5% 程度まで回復ということで、かなり業績の効率、利益率も上がってきています。また元気寿司に関しても
営業利益はコロナのタイミングでかなり落ち込みましたけれども、そこからですね、約1年半、2年をかけて元の水準に戻った。さらに、それ以降50回後半あたりはコロナからの回復ペースを上回るような勢いで営業利益が伸びています。これに伴ってですね、営業利益率もコロナ前は 5%、最高 6% でしたけれども、足元のところは 10% と非常に右肩上がりで堅調なトレンドになっています。ただ株価のチャートをご覧いただきますと、こちら、大型株よりもそもそも相場付きが中小型株に向かい風ということで、なかなか半年間のチャートで上がっている銘柄ありませんが、水色の線の元気寿司に関しては昨年の後半ですね、プラス 30% と大幅な超過収益得られていましたけれども、そこから右肩下がりになっていると。一方で業績のトレンドに関してはむしろ拡大傾向ということなので、以前の期待が剥落しているというタイミングで狙っていても面白い存在かもしれません。青のオリエンタル白石ですね。昨年の8月、ちょうど半年前の決算で約 10% 上昇してからほぼずっと横ばいのトレンド。流動性の問題もありますが、かなり底堅い展開が続いているということで、ある程度今のトレンドの業績拡大傾向だと想定通りといったところかもしれません。ですが長期保有するにあたってはトレンドが続いている限り、かなり底堅い展開が続いていくというふうに示してくれていますので、ある程度業績見ながらにはなりますが、それなりに長いこと持っていてもしっかりと値を維持してくれるような銘柄に見受けられます。足元のところで株価が業績の拡大に連動して上昇しているのは黄色の山江グループホールディングス。決算後の上昇タイミングで入るかどうかというのは難しい判断になりますが、売上高、営業利益ともに拡大していて、さらに営業利益率も前年同期比からするとかなり改善してきていますので、この後注目していて、もし目があれば入っていくのも面白いかもしれません。ということで、ここまで大型株、小型株に分けていくつか銘柄ピックアップしましたけれども、やはりですね、3月期決算の銘柄というのはこの時期、ドカドカと決算発表がありますので、動画1回では紹介しきれないといったところ、もっとたくさんの情報を皆さんにお届けしたいなということで、何か別の手段も考えているところ、もしおすすめの手段がありましたら、コメント欄でいただけると幸いです。今回は当チャンネルの主要テーマの一つである、四季報決算分析のデータをご紹介いたしました。毎週主要テーマの一つをご紹介して、一月ごとに各テーマ1回ずつ出てくるような構成で相場データのご紹介していきますので、少しでも面白いなと思っていただけたら高評価、チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルの動画をお楽しみいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。